キャラクターがやたらに多い状態で、そのキャラクターをちゃんと理解していて、長年ずっと生き続けてるコンテンツは多分ポケモンだけなんですよ。最近ポケモンは明らかにパクったゲーム、パルワールが CM でバチクソリアリーコしています。小さなゲーム会社では訴えられない著作権ギリギリを攻めて成功しているんですが、ヘルクさん、ポケモンパクったゲームについてどう思いますか？キャラクターのイメージは似てると思うんですけど、著作権法に触れる部分、僕が知る限りないんですよね。僕パルワールでやってないのでゲームの内容自体は全然わかんないんですけど、ただそのキャラクターがそれっぽいっていうのは別に法律には全く触れないんですよ。ファイアーエムブレムっていうゲームを作ってたメーカーが任天堂が作ってるという風に世間的に言われてるんですけど、正確に言うと任天堂を発注していて制作会社が作っていて、で制作会社の方がティルナノーグじゃねえや、なんだっけ、ティエリングサーガー、名前忘れちゃった。そのファイアーエンブレムにめちゃめちゃ似てるゲームを出したんですよ。ゲームシステムとしてペガサスというのは飛んでいて、地形によるその山とかあるたら地形が一歩しか進めないとか、平地だったら2歩進めるとかで、ペガサスだとそういう地形のマイナスを食らわないとか、魔法使いはこれに強いとか、ティアリングサーガです。はい、正解っていう感じで、ゲームシステムとしてはほぼ一緒なんですよ。でほぼ一緒のゲームで、それで任天堂が訴えたんですよね。これファイアーエンブレムパクったやんっていうので訴えたんですけど、結局ほぼその制作会社が分かって任天堂が負けたんですよ。ペガサスっていうのが出てきたら空を飛ぶわけだから山とかのマイナス受けないよねとか、魔法使いがあったらこういう感じだよねとか、基本的に人が思うようなものというのはそれは任天堂が発明したものではなく、昔からそう言われてるものだよねみたいな、エルフが弓使いますとか、炎を使うやつはなんか木に対して強いとかっていう感じで、そこら辺って著作権で保護されるべきものではなく一般的な価値観だよねっていう感じで、著作権として認められることがほとんどなかったんですよね。でパルワードに関してもキャラクターのテイストというのは似てるんですけど、じゃあそれ言い出したらデジモンも似てるよねみたいなのもあったりするので、なんでキャラのテイストが似てるからといってそれは著作権かというのではなく、単にキャラテイストが似てる同じようなゲームという話だと思うんですよね。なので著作権ではないので特に法律的には問題ないんじゃないかなと思いますけどね。とはいえゲームやってないのであんま分かんないですけど、で釣りのゲームで DNA とどっかの会社が裁判やった時も、釣りで魚がこう釣れそうになるとこうチュルルルルってなんか照準があってきて、で照準が一番小さい時にボタンを押すと釣れるみたいなのがあるんですけど、でそれがその任天堂のゴルフとかも同じような構造で、それも確か結局著作権としては認められなかったんですよね。なんかこれくらい誰でも思いつくよねみたいな。なのでコロプラのスマホで十字キーを出して移動するとかが確か他の会社がやってなくて目新しいとかで裁判で結構な額になって、でそれは確か和解で終わったんじゃなかったかなっていう感じで、割とそのゲームに関しての著作権でガチで勝つっていうのは結構難しいので、佃オリジナルのオセロっていうゲームがまんまパクったやつがリバーシっていう名前でネット上にあったりするように、基本的にゲームの構造とか仕組みっていうのは権利で保護されないですよと。はい、ひろゆきさんのもうポケモンの凄さを教えてください。アニメに限らずポケモンというコンテンツ全体についてお話を伺いたいです。キャラクターがやたらに多い状態で、そのキャラクターをちゃんと理解していて、長年ずっと生き続けてるコンテンツって多分ポケモンだけなんですよね。ポケモンが流行った時代に昔デジモンっていうのもあったんですけど、もうデジモンなくなっちゃったんですよね。一応あるのかな、もう多分新しいの作られてないと思うんですけど。で、妖怪ウォッチも結局今新作作られなくなっちゃってますよね。なので、ポケモンみたいなずっと生き残っていて、20年以上コンテンツが提供されていて、で、ゲームも新作が出続けてるものって他にないと思うんですよね。アベンジャーズみたいな漫画が原作ですとかであれば全然あるんですよ。映画とかね、例えば未だにスター・ウォーズがやってますみたいな。ゲームがベースでキャラクターがあれだけ多くて続いているものってあんまないですよね。ドラクエとかファイナルファンタジーって実はキャラクターの人気あんまないんですよ。ドラクエってロトの勇者って1、2、3だけで、5とかだとハッサンとかいますけど、あれハッサン5じゃねえか。ハッサン8だっけ。トルネコが 5？ そのシリーズごとにキャラクターっていうのなんですけど、ずっとこれ出てるよねっていうキャラクターって、実はドラクエって主人公じゃなくてスライムなんですよ。スライム全部出てるよね。なので前作に出続けて人気があるキャラクターって実はスライムしかいないんですけど、ポケモンって100個以上のキャラクターが実はそれなりに知名度と人気があるじゃないですか。で、ファイナルファンタジーも多分全部に出てるキャラクターってチョコボと
チョコボって1からいるよね。多分チョコボだけなんですよね。デカチョコボとかも途中からだし、笛吹くやつ、飛ぶやつ。あれも確か1とかいないはずなんですよ。モーグリ。モーグリも2とかからしか出てないと思うんですよね。っていうのがあるので、実はそのポケモンってずっと同じキャラクターが出続けていて、いろんなキャラクターがロイヤリティを持ってるっていうのがあったりするので、シドって全部出るっけ？ただシドはね、名前がシドというやつが出るだけで、若かったり老人だったりとかで、名前を継いでるだけなんですよ。なんでそのキャラクターとして、このキャラ好きだよねっていうのを固定化した体は持ってないんですよね。で、スライムは毎回スライム。で、ドラキーはね、確かどっかで出てないんですよね、ドラキーは。なんか出てないシリーズがあったわけさ。っていうのがあったりするので、モンスターがちゃんと人気があるっていうのは結構珍しいんじゃないかなと思いますけど。まあでも最近は大体オーディンとか召喚獣系は必ず出るよねみたいになって、バハムートとか。なのでそこら辺はなんかもう必ず出ちゃうよねってなったんですけど、なので割と昔の FF からずっと出てるっていうキャラクターはそんなにいないんじゃないかなと思いますけど。ポケモンにビジネスとしての将来性あると思いますか？また日本のゲームはフランスでも人気ですか？ポケモンは今でも人気じゃないですかね。ポケモンなんちゃらとか、それなりにやっぱりうまくユーザー集めてるので。なのでそんなに、失敗するようには思わないんですけど、日本のゲームはフランスでも人気ですか？フランスで日本のゲーム、あんま聞かないっすね。てか今日本のゲームって何が有名なの？ファイナルファンタジー14はフランスのパリのイベントに行ったんですけど、あれ、3000人ぐらいのホールかなんか満杯でしたね。なので、ファイナルファンタジー14は人気でしたよ。もうそれ以外の日本のゲームって今何が有名なんだろう。最近そんなに僕ゲームやってないんですよね。なので日本のゲームそんなに詳しくないです。はい。動物の森は有名ですね。好きなポケットモンスターはいますか？ EV ですかね。どっちに変化しても、自分のそのパーティーの状況において、なんか火が足りねえなって言ったら、じゃあ火に変えられるし、水が足りねえなだったら水に変えられたりするので、なので自分のパーティーの状況に合わせられるという意味で EV が便利なんじゃないかなと思いますけど。24歳炎飛行タイプの伝説ポケモンです。2年前にスマブラ SP に出演してから一向に仕事が増えません。ファイターのピカチュウさんたちに比べてギャラはスズメの涙ほど。今はハートゴールドで貯めた貯金を切り崩して生活しています。この前ダイヤモンドパールドのリメイクが決まった時、後輩のパルキアに飯をおごられとても悔しいです。キッキンが十数年のうちにリメイクされる可能性は現実的でしょうか？ポケモンのリメイクってあんまり出ないっすよね。多分無理なんじゃないですか？結局その炎とか飛行とかが割と基本のなんかベーシックなタイプなので、なんか特殊なやつの方が生きるんですよね。なんか変わったスキルがあるやつだと、こういう時にいきなり出すと結構使えるよねみたいなのがあるんですけど、ゴーリキーみたいな基本ぶん殴りますみたいなやつって、あんま使えないんですよね。なので残念ながら長期的にはそんなになんか出番はないと思った方がいいんじゃないでしょうか。何の話なん？はい。スマブラ僕あんまりやんないんですよね。まあいいや。最近ポケモン GO やり始めたんですけど、めちゃくちゃ面白いぞ。ひろゆきもやろうぜ。この人すごいね。ポケモン GO って多分3年前ぐらいサイクルが遅れても未だに楽しめるんで、多分この人ずっと人生幸せなタイプだと思うんですよ。古いゲームとかって安く買えるじゃないですか。でも人って新しいゲームやりたがるんですよ。でも古いゲームで楽しめる人ってコストかかんなくてずっと楽しめるんですよ。自分なりの楽しみ方っていうのを自分で見つけて自分を満足できる人なので、こういうタイプの人って一生幸せだと思いますよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。